なので途中からはこのから思い切った色を塗り始めます。大きな日向と日陰の分割ですね。そして思い切って鮮やかな色です。はい、こんにちは、柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？元気？あ、よかったね。はい、柴崎も今日もね、この通り元気に絵描いてます。いつもね、柴崎の動画を見てくれて本当にありがとうございます。たくさんの高評価とコメント、もう本当に励みになります。もう柴崎のうちの周りも田んぼがね、もう苗が大きくなってね、緑になりました。気持ちいい風も吹いて、とってもいい季節ですね。さあ、そんな中、今日は柴崎はね、透明水彩を使って花の絵をね、描いてみたいと思います。さあ、どんな花をどんな風に仕上げていくのかね、ゆっくり見てくださいね。描き終わったらちょっとお知らせもありますのでよろしくお願いします。はい、それでは行ってみましょう。お花の絵ですよ。はい、さあそれではね、スタートしましょうね。鉛筆で形取りますね。はい、ぐるぐるぐちゃぐちゃぐちゃというね、はい、今日もこんなスタートです。はい、ここら辺にこう花の塊ですね。何の花を描くかというとバラです。はい、さあまず薄い色で始めましょうね。薄く明るい色から塗り始めるというのは、透明水彩の描き方の、常道ですね。しかもそれを、太い筆でたっぷりの絵の具を動かすようにして塗り始めていきます。はい。おのおののバラの固有色を頭に浮かべながらね、ちょっとこう花びらのこう重なりも大事なんですね。さあ今度は思い切った後ろを暗く始めましたよ。こうですね。はい。そして絵の具を飛ばしてます。こうやってね、こう味付けするっていうのはね、もう絵作り大切なんですよね。しかも楽しいしね。はい。さあ、後ろがだいぶ味がついたので、またお花に行きましょうね。これはだいぶ強い色です。そして暗い色ですね。この確かに透明水彩はね、明るい薄い色が大事なんですけども、でもそればっかりやってるとね、なかなかこう絵がね、ぐっと強くならないんですよね。なので途中からはこのから思い切った色を塗り始めます。もしね、水彩やってる方、ね、これ見てましたら、ちょっと参考にしてみてくださいね。はい。さあ、葉っぱ、また暗い花びらですね。まだこの段階では決して細かくは描いてないんですね。ちょっとこういうとこね、葉っぱの花びらの雰囲気は作ってるんですけども、大きな日向と日陰の分割ですね。そして思い切って鮮やかな色です。さあ今度はこちらを暗く塗って明るい花の形をちょっとね作っていきます。こうですね。さあどんな風に見えてくるかな。もう柴崎も一気書きですからね。はい。タッチとかですね、色の重ね手順がどのくらい強い色をね乗っけていくかね、そういうところを一緒に楽しんでもらえると嬉しいです。こうはっきりとこう形分けるとことこう溶け込むようなとこ、そういう違いも大事ですね。さあ
これ、花いくつもあるんですけども、やっぱりその中でも、ちょっとね、主役、脇役の花を考えて描きます。それから、いくつも花があるときですね、この花の向きですね。はい、正面向いてるのか、少し下向きなのかね、横向きなのか、あるいは上向きなのかね、そういうことも合わせて、即断即決で描くというわけですね。はい。さあ、花の中心に強い色が入りましたよ。はい。そして花びらの重なりですね。はい。どうでしょうかね。だいぶ具体的になってきたでしょ。で、どうしても足らないところはですね、ちょっと不透明に、ホワイトを加えたちょっと不透明っぽい色も使ってもいいでしょうね。はい。今度はずっと上の方にある、少し脇役の花ですね。こんな感じです。どうかな。ね、この日陰の方にね、結構色を使うといいんですよね。そうすると、日向のところはこの紙の白ということになりますので、光が見えてきますよね。はい。ちょっと今度は細い筆に持ち替えて、微妙な部分ですね。大きなもんが出来上がったら、こんな、ちょっと密度を持った書き込みです。どうかな？それから書き込むとことですね、ほとんど書き込まない部分、そういう違いもつけると、絵って表情豊かになって面白いんですよね。あと背景に溶け込むような部分と、背景とはっきり分かれる部分ですね。さあ、ちょっと不透明な画材でですね、表現しきれなかった部分ですね。そういうところに表情をさらに加えていってます。こっち大きく始めましたよ。何になるのかな？思い切ってたっぷりですね。はい。お水を加えて絵の具を動かします。こんな感じだよね。はい。どんどん絵の具を混ぜて動かしてます。なんていうんかな。描き方もですね、ある程度ゆっくり描くともう今みたいにちょっとですね、もう水の力と一緒に負けないような素早い筆使いで表現する。こういうとこあると、絵全体に表情が出てくるんですよね。さあ、少しまとめに入ってます。もう全体が見えてきましたからね。はい。足らないところを補足したり、やりすぎたところをまた溶かしたりしてます。で、あと、もう画面全体のバランスを見てですね、少し色を加えたりもしていますよ。ね、ここら辺ちょっと白いバラがあった方がいいかなとかですね。黄色と、青紫の補色にしたら綺麗かなとかってね。はい、そんな感じです。さあ、全体が見えましたね。どうでしょうか？はい。はい。これでね。いいかな？はい。出来上がりです。
はい。ねえ、書き上がりました。どうだった？バラですね。もう今バラが、柴崎のお庭もそうだけど、ねえ、あっちもこっちもたくさん咲いてますね。バラはなんかこう、世界中の人に愛される花ですね。書き方のプロセスも楽しんでいただけたら嬉しいです。さて、ここでちょっとね、お知らせがあります。柴崎はですね、日本橋の高島屋でですね、ミニ個展を行います。こんなタイトルで、やるんですね。ここにも書いてありますけども、日にちは6月3日からです。結構長い期間やってますからですね、もし、お近くに、来る機会がありましたら、ぜひ立ち寄って柴崎のね、猫ちゃんね、見てください。はい。可愛い猫ちゃんね、たくさん書いてあります。あともう一つお知らせですね。それは、柴崎が月1回行っているアートクレヨンの教室です。教室はですね、ペンテルさんの建物ですね。はい。東京中央区にあるんですけども、素敵な場所であなたと一緒にお絵かきします。今月はね、何描いたかっていうとこれなんですよ。ここにあるんですけど。これです。はい。ね。アートクレヨンを使って描きました。これ横浜のね、山下公園のちょっと丘の上ですね。西洋館がたくさんありまして、その中の111号館かなっていうね、名前の、ちょっとスペイン風のね、デザインを取り入れた100年ぐらい前の建物ですね。その前にこう、バラがいっぱい咲いてまして、それを描いたんですね。こんな風にやってね、その時々のね、季節に合わせたテーマでアートクレヨンを使ってお絵描きします。来られるあなたはね、手ぶらでお越しください。アートクレヨンとかね、紙とか、もう絵を描く道具は一式用意されてあなたをお待ちしています。ただしね、定員がね、32名だったかな。あんまり多くないんですよ。ですので、きっとね、すぐ満席になっちゃうんですね。この間もちょっとね、行きたかったんだけど、もう申し込もうと思ったら満席でしたっていうね、そういうお話も伺いました。もしよかったら早めにね、お申し込んでください。そして柴崎とね、一緒にお絵かきしましょう。さあ、ということで、今日は柴崎は水彩でバラの絵を描きました。次回もまた違うテーマ、そして違う作品であなたとお会いしたいと思います。どうぞお元気にね、お過ごしください。はい。またすぐにですね。はい。では失礼します。はい。どうもありがとう。柴崎でした。